はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、今日はですね、ちょっとリクエストに答えていきたいと思います。はい、結構前にいただいたリクエストですけれども、いきます。はい。はるか先生、こんにちは。こんにちは。いつも面白い動画を作ってくれてありがとうございます。私もいろいろ勉強しました。はい、ありがとうございます。はい。それで最近ネットでちょっと面白い問題を見ました。それは JK の制服が中国で流行っているようです。私から見れば、アニメや漫画とかの影響でかもしれません。でも制服は学生しか着てないじゃないですか。日本人は外国人が JK の制服を着ているのをどのように受け止めていますか？やはり変じゃないですか？可愛いっていうのもお世辞ですか？教えていただけると嬉しいです。また勉強しているので下手な日本語ですみません。いえいえ、こちら面白いリクエストありがとうございます。どうやら中国で JK の制服が流行っているという。ほう、そうなんだ。まあ JK の制服かわいいってよく聞くわ。確かに。なんか海外で。もしかしたら中国だけじゃないかもしれないんだけど。まあこれについては、まあ正直言うと多分日本人は何も思ってないと思うよ。本当に、むしろ嬉しいと思う。なんかやっぱり日本の文化に興味を持ってくれて、日本の文化が海外に広まってるってすごく嬉しいことだと私は思うし、まあ制服だけじゃなくて、まあ着物とか浴衣とかを着ている外国人の人たまにいるじゃない。日本の中でも。なんか日本を楽しんでくれてる感じがして、私的にはすごく嬉しい。まあ確かにね、制服は学生しか着ないから、まあ、すごい大人の人が制服を着てたら、なんか、ちょっとコスプレっぽくはなっちゃうと思う。あれあの人コスプレしてんのかななんかの。てか、思ったりはするけど、なんか嫌な気持ちとかは全くないと思うよ。うん。可愛いっていうのはお世辞ですかって、いや、お世辞じゃないと思うよ。まあ日本人の女の子は基本的に何でも可愛いって言っちゃうから、あんまり、その可愛いという意味に、言葉に深い意味はないんだけど、うん。全然お世辞とかじゃないと思うよ。はい。全然いいです。むしろ私は見たい。その中国で制服が流行っているという、そのね、事実をちょっと直接見たいなってちょっと思いますけど。うん。皆さんこれについてどう思いますでしょうか？うん。これね、ちょっと、まあちょっと話がそれるんだけど、まあ今回のこの質問で多分まあ、含まれている問題っていうか、この質問した方が気にしてることって、まあ、文化の登用についてなんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、はい、文化の登用、皆さんこの言葉ご存知でしょうか？うん。まあ最近ね、ここ5年ぐらいでよく聞く言葉ですけど、まあ、他の国の民族とか国の、まあ、なんか文化っていうのを全然違う国の人たち、民族の人たちが、まあ、真似するとか、まあ、盗むっていうような言い方ですけど、まあ、そういう意味で文化の盗用って言ったりしますけど。まあ、よくね、その海外の人が着物を着てたりとか、まあ、制服を着てたりすると、なんかそれは日本の文化の盗用だっていうふうに、まあ、炎上したり批判されたりしますけど、そういうの多くない最近。ね。うん。どう思いますかこのことについて。なんかね、私この文化の盗用ってすごいセンシティブな話だと思うし、まあ、本当にいろんな意見があると思うし、難しい問題だと思うんだよね。うん。まあ、っていうのもその文化の盗用って結局は、そのマジョリティとマイノリティの関係性だと思ってて、そのマジョリティの人たちがそのマイノリティの文化をまあ取り入れることによってふざけるなって言って炎上してしまうっていうのがほとんどだと思うんですよ。例えば、まあ、マジョリティって言うとほとんどがね、まあ、黒人じゃなくて白人になっちゃうと思うんですけど、その白人の人が黒人の人のまあドレッドヘアとか真似するとか、
あと日本のなんかこう服とか、中国の服とか、韓国のチマチョゴリとかもね、を着用するとか、あとはヒンドゥー教とかの服を着るとか、ね。あと、いろいろあると思いますよね。コーンロー、髪型のこととか。うん。アフロとかね。うん。これって結局はマイノリティの文化をマジョリティの人たちが、身につけることによって生まれる炎上だと思うんだよね。特にセレブリティとか、お金持ちとか、有名な人たちがすることによって、炎上する。だから結局はなんか文化を盗む盗まないの話じゃなくて、結局はやっぱ人種差別というか、その支配している人たちと支配されている人たちの、歴史とか過去に関係してくる話だから、すごいセンシティブな話だなと思うんだけど、なんか最近ちょっとそういうその人種差別とかの話になると、ちょっと疑問に思うのが、その文化の盗用だとか、それは差別だって怒ってる人って、本人じゃない気がするんだよね。そう思いませんか？うん。例えば、なんていうかな。例えば外国人の人が着物を着ていることに対して、それは文化の盗用だって怒ってる人って日本人じゃなくて全然違う国の人たちな気がするんですよね。日本で全然話題になってないんですよ、こういうのって。だけど海外に行くと結構そういう話とか、特にアメリカはそういう話がもう白熱してるじゃないですか、今は。だからなんか日本人とかはあんまり気にしてないのに、もう一部の人かもしれない、気にしてるの。のに、なんか違う人たちがこう焚きつけて、もう炎上させてる感じがあるんだよね。そういうのありませんか？例えば黒人文化のそのドレッドヘアとかをした、なんていうの、アメリカの歌手とかが炎上する時も、本当に黒人の人たちがみんな怒ってるのかって言われたら、それなんかちょっと違うんじゃないかなって感じることがよくあるんですよね。うん。何が言いたいかというと、なんかこういう人種差別とか文化の盗用の問題って、なんか当事者たち、本人たちを置き去りにして話が進んでるような感覚があるんですよね。本当に本人たちはそれを嫌がっているのかっていうのをすごい思ったりする。うーん。確かにこの文化の盗用の件に関しては、その文化に対してのリスペクトがなかったりすると、それは批判されると思う。例えば、日本で炎上したのは、えっと、セレブリティのキム・カーダシアン。有名ですよね。キム・カーダシアンが、下着のブランドを作った時に、その下着の名前が着物っていう名前だったんだよね。ブランドの名前が。それはちょっと意味わかんないじゃん。なんでみたいな。いや、着物って名前は使っちゃダメでしょっていう。それはもちろん日本人でもちょっとそれ違うんじゃないっていうのはあると思う。とか、なんかミスユニバースとかの、なんかショーの時に、その、コスチューム、衣装で、その、着物をアレンジしたような衣装を着た国の人がいたんですね、女の人が。その時に、その着物の帯を踏んでたんですよ。なんか椅子で踏んでたのか足で踏んでたのかちょっとわかんないんだけど、それってやっぱリスペクトがちょっと欠けてるよねっていう話で、それは炎上したのは、それはしょうがないというか、ちょっとリスペクトが足りてない部分はあると思うんだよね。うん。例えば、他にも、例えば、その民族衣装、インドとかの民族衣装を、ヒンドゥー教かな民族衣装かなんかを、普通の時に着るのは問題ないんだけど、ハロウィンの日に着るのはやめてほしいっていう意見が、あったり、ネットでね、ちょっと見たんだけど。確かになんかハロウィンとかで着ると、ふざけてるような感じがあるじゃない。やっぱこの場所と、そのリスペクトとか、なんかそういうものがないと、うん、TPO じゃないけど、そういうのに合わせてやっていかないと、それは炎上するだろうなっていうのはあるけど、でも基本的に私はいいんじゃないかなと思う。もう皆さんはどうなんだろう。うん。
もちろんね、その国によってもさ、状況が違うじゃん。日本はほとんどの今、住んでる人はほとんどやっぱ日本人が多いわけでしょ。でも一番そういう文化の東洋に対して、白熱してる国、アメリカではいろんな国の人たちが住んでるわけだから、その支配されてる人たちと支配してる、支配してるっていう言い方もあれだけど、人たちがいて、過去にね。で、今もマジョリティとマイノリティがあるわけで、そういう人たちからすると、この文化の東洋っていうのはすごくセンシティブで、絶対にやっちゃいけないことになってるのかもしれないんだけど。うん。なんか、やりすぎってか、その、何でもかんでも炎上して、何でもかんでも、それは文化の東洋だとか差別だっていう世の中は最近私はあんまり好きじゃないなって思いますね。はい。人種差別に関しては私は本当に許せないことだと思うけど、何でもかんでも差別だとか、何でもかんでもマイノリティを大切にしてくれみたいな感じの世の中は違う気がするなって思いますね。皆さんどう思いますでしょうか。はい。平等とかって難しいよね。うん。男性女性の平等とか、その LGBTQ の平等とか、人種の平等とか、宗教の平等とか、いろんな問題が今ね、すごい、なんていうの、問題になってますけど、全てが平等になる世界は来るのでしょうか。本当にそんな世界はあるのでしょうか。私は疑問に思います。はい。そんな感じで。はい。いろんな意見があると思いますけど、私一個人の気持ちです。はい。ということで、皆さん、日本の着物とか学生服とか着たいっていう方、全然着てください。もうどこにでもここでも全然着て大丈夫。気にしないで。日本人は気にしないと思う。本当に気にする人少ないと思う。うん。だから本当に楽しんで、自分の好きなスタイルを楽しんでください。はい。ということで、今日は、文化の東洋についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。最近、ポッドキャストの、カバーアート、買いました。いかがでしょうか。ちょっと逆に見にくくなっちゃったんじゃないかと思って、ちょっと微妙かもって思ってるんですけど、しばらくそれでいきます。はい。はい。はい。そんな感じです。以上です。はい。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは、今日、このポッドキャストの中で出た、新しい言葉とか、フレーズを、説明しています。あとは、おやすみポッドキャストっていう、また別のね、ポッドキャストを、フルで聞けますので、今、50エピソードぐらいあるのかな。はい。ぜひ、メンバーになってみてください。あと、シャドーイングコースと、会話レッスンの新しい生徒も募集しておりますので、詳しくは私のウェブサイト見てみてください。はい。2週連続でちょっと最近の社会についての話をしちゃったんですけど、様々な意見があると思いますね。私が望むのはいろんな人が生きやすい世界になってくれたらいいなと思いますけれど難しいかなと思いますね、今の現状を見ると。はい。悪くなってる気がする。良くなると見せかけてどんどん悪くなってる気がするよね。はい。大丈夫かな。暑いし最近地球温暖化も心配だし。大丈夫かな。ね。はい。そんな感じで、また次回。さようなら。